こんにちは、マリです。この家で暮らすようになって20年が過ぎました。ここに引っ越してきたいきさつはずいぶん前の動画でお話ししましたよね。紆余曲折あってこの古いお家に住まわせてもらってるんですけどね。そういえば今まではっきりとお話ししてなかったことがありました。それはこの家の持ち主は誰なのかってことです。今回はそのお話をしましょう。私と母の関係は実はそこそこ複雑というか厄介な時期もあったんですけどね。まあ結論から言うとこの家は母の名義です。母は今90歳。少し前から体調を崩して入院してます。これから回復してまだまだ元気で長生きしてくれると信じてますよ。でもね、ふっと頭をよぎる思いがあるんです。母がいなくなったら私はこの家に住んでいられるのだろうかってね。私は3人兄弟、兄と妹がいます。たとえ仲のいい兄弟でも相続となったら揉めるというのはよくある話ですよね。私もある程度は覚悟してます。この家も兄弟3人で相続することになるのかもしれません。そうなればもちろん私一人がここに住んでるわけにはいきませんよね。その時が来たら執着せずに潔く手放すものは手放してここから巣立とうと思ってますよ。ぜひともここを出ていきたいって願ってるわけじゃないんですけどね。20年の間この家で暮らせることに感謝しながらこの家を大切にして過ごしてきました。大事に思いながら少しでも暮らしやすくなるようにお家を育ててきたんです。だからもちろんこの家が大好きです。それでも兄弟で争ったりしないように潔さと覚悟はいつも心の片隅に置いてあるんです。さあ、ここからはこのお家のルームツアーです。4年前にもルームツアーの動画を撮りました。その頃の様子と比べながらご紹介しますね。今のキッチンはこんな感じ。この棚の位置は以前と変わってないけど、入ってるものは随分変わりました。シンクに一番近いこの棚に何を入れたら便利なんだろう。それを考えながら少しずつ入れ替えていきました。水道の蛇口を思い切って取り替えたのは正解でした。自分で取り替えたのはすごく勉強になったし、使い勝手もとっても良くなりましたよ。毎朝ベランダに置いたプランターから取ってくるベビーリーフ、水にさしておくとシャキッとして目にも優しい緑です。換気扇、鍋つかみ、布巾掛け、この辺りは4年前と一緒です。変わりゆくものがあれば変わらないものもある。それが世の常。小さなキッチンを眺めながらそんなことを思ったりします。
自分で塗り替えた真っ白な壁。今は手作りのケーキクーラーがかかってます。イースターの飾りをぶら下げました。手間を惜しまずに季節ごとに飾りを変えるのは何気ない暮らしのアクセントです。キッチンの手元を照らしてくれる明かり、そろそろ LED に変えないとですね。カバーにひびが入ってるし、照明器具ごと取り替えたいけど、どうしましょうかね。使い捨ては好きじゃないけど、キッチンペーパーは置いてますよ。でもね、丸々1枚は一度に使い切れないんですよ。だから小さく切って使ってます。せこいとは言わないでくださいね。節約家なんです。もったいない精神が旺盛なんですよ。4年前と一番変わったのはここかもしれません。以前は食器棚と机を背中合わせに置いてカウンター風にしてました。この雰囲気も気に入ってたんですけどね、思い切って変えました。今はドーンと DIY で作ったテーブルを置いてます。一人でできるもんと作り始めて、結局息子に手伝ってもらって完成したテーブルです。息子と作った思い出の品、そんな気分で私にとって宝物のテーブルになりました。最近作った可動式の棚、家族が集まって食事をするときはこの棚は隣の部屋に行っててもらいますよ。棚にはセイタをつけなかったから、こっちから丸見えですね。普段は一人暮らしだから問題なしです。むしろ丸見えの棚を眺めては自分なりの傑作だってニヤニヤしてます。忘れてました。4年前に照明の傘を変えたんでした。照明を買い替えようか迷って結局傘を手作りしてみたんです。気に入らなかったら買い替えるつもりでとりあえず作った傘です。それが今はこんな感じです。生地を変えて作り直して使い続けてますよ。和室、床の間、畳の部屋で正座していただくお茶、この部屋はほとんど変わってませんね。やっぱり時々正座してお茶を飲みたくなるんです。和室の向かいにある洋室、そうか、以前はこんな感じでしたね。普段はキッチンのカウンターで食事をして、人が集まるときはこっちの大きなテーブルで食事をしてました。懐かしいな。すっきりと気持ちのいい部屋でした。
白いテーブルは欲しいという方に譲って、カウンターにしてた食器棚と机を置いてます。ここで DIY をしたり、ミシンを出して縫い物をしたり、刺繍をしたり、今は趣味の部屋って感じですね。日の光がたっぷり入るから手元がよく見えて快適です。植物がいつの間にか増えちゃいました。植物を育てるのが好きなので、これは許してください。3月だから雪だるまはしまいましょう。紫御殿の花が咲いてますね。あったかくなったら外に出してあげましょう。冷蔵庫で一晩ゆっくり寝かせたパン生地。糖分もイーストもほんの少しで、粉のうまみがしっかり感じられるパンになりますよ。暮らす力をアップするには健康でいることも大切だから、添加物はなるべく使わずに。今日のパンは抗酸化作用のあるココアと食物繊維が取れる全粒粉を混ぜました。1回の食事で取れる栄養素はほんの少しでも、毎日コツコツの積み重ね。塵も積もれば山となるの精神です。発酵かごに入れてふっくら膨らんでもらいましょう。自家製のオレンジピールを練り込んだココア味のカンパーニュ。クープがきれいに開いてくれますように。スチーム機能のないオーブンだから、温めておいたボウルをかぶせて焼きますよ。まずは230度で15分。ボウルを外してさらに15分。クープがバッチリ開きました。イメージ通りのパンが焼けましたよ。ベランダ菜園で摘んできたベビーリーフ、再生野菜の豆苗が1週間で大きくなりました。やっぱり春ですね。しじみと豆苗とにんにくのスープ。味付けは塩と胡椒とごま油。
お味噌汁じゃないしじみのスープも美味しいですよ。昨日の夕方、お魚屋さんで買ってきた漬けのお刺身ミックスをサラダに散りばめます。ドレッシングはわさび入り。白ごまを振って鰹節をパラリ。いただきます。美味しい。これパクチーか。箸休めはかぶの浅漬けとめかぶの柚子ポン酢和えにしてみました。美味しそう。味はほんのりオレンジとココア味のパン、美味しいです。たとえ仲のいい兄弟でも相続となったら揉めるとお話ししましたよね。で、私たち兄弟の仲はどうなのかというと、すごく仲良しとは言えないんです。と言ってもいがみ合ってるわけではないし、会えば喧嘩ばかりというわけでもなくて、それぞれに家庭と仕事があって顔を合わせる機会がほとんどなかったというのが実情です。母の介護が必要になってからはそれなりに話し合ったりはしてるんですけどね。こうなってみると、もっと前から兄弟と関わってればよかったなと思います。年に一度ぐらいはみんなで集まってたら、お互いのことをきちんと理解できてたかもしれないなってね。母のことで話をするようになってようやく、お兄ちゃんはこういう人だったのかとか、妹はこんなことを考えてるのかとか、今更ながら驚くことがいっぱいありますからね。ことさら仲のいい兄弟じゃないから、この家を出ていくことになっても不思議はないと今から心の準備をしてます。心だけじゃなくて行動でも準備を整えてますよ。生活力というか生きるための力をレベルアップ中です。食べること、身の回りのこと、家のこと、自分でできることが増えれば増えるほどどこに行っても楽しく暮らせるんじゃないかな。そんな気がするんです。もっともっと田舎に移り住んでもパンやお菓子は焼けますからね。新しい土地で新しい食材と出会えたらワクワクするだろうな。海の幸、山の幸、
旬のもので作る料理はさぞかし美味しいでしょうね。料理も庭仕事もお裁縫も DIY も全部暮らす力のレベルアップに役立ってますよ。いろいろなものを作っていろいろなことが自分の力でできるようになったら、どんなところでも暮らしていけそうって自信が湧いてきました。植物のことももっと勉強して花や野菜を上手に育てられるようになりたいな。そうだから大丈夫。このままこのお家で暮らすことになっても、どこか別の場所に行ってもね、